はい、皆さんこんにちは。石野果歩です。今回は石野果歩の書道添削第5弾ということで、〇〇を意識するだけで書道が最短で上手くなるというテーマでお話をしていきたいと思います。初心者の方は今回お伝えする内容を意識するだけで、ものすごく書きやすくなったりとか、実際に字を書いた時に、上手くなったなって実感得やすいと思いますし、上級者の方もつまずいた時なんかに思い出すことによって突破口になるかなっていう内容になってますので、ぜひ最後までご覧ください。今日見せていただく作品はザキさんの作品ですね。書道歴は1年ということです。質問を読み上げます。初めて2文字の楷書に挑戦しました。何でもパパッとやってしまう性格なので、普段書くときは丁寧に書くことを意識しています。ただ、果歩先生がいつもおっしゃっている気脈、流れのことですね、が今一つ足りないなというふうに感じています。まだまだ練習が足りないかと思うのですが、今後もっと良くしていくには、コツコツ丁寧に書いていくだけでいいのでしょうか。あと、作品のどのあたりに名前を書くべきか悩みました。とりあえず余白があって全体的に見ておかしすぎない場所に名前を書きました。アドバイスいただければ幸いですということで OK です。すごくよく書けてると思いますので、今日はこれ全体的に見させていただきながら、一番悩まれてるであろう気脈ですよね。流れの部分の解説をしっかりさせていただければと思います。それでは添削していきましょう。この2文字の楷書というのは実は古典の臨書なんですよね。今回参考にしたものがこちらになります。王羲之の楽器論ですね。王羲之の本物は残ってないんで、今回見てるものも貯水量の模本、それの拓本になります。この白黒反転してるお手本、これを見ながら、ここまで起こして書けたっていうこと自体がもうすごいことなんですけれども、他にもですね、ザキさんの線、一画一画とってもものすごくくっきりとした線の印象で、こういう風に存在感のある角が描けるっていうのも本当にすごいことなんですよ。簡単にはできないんで、やっぱそういう起筆とか収筆とか基本がちゃんとあるからこそ、これだけしっかりとした線でもうまとまりよく描けていますし、素晴らしいと思いました。今回この2文字取り組むにあたっていろいろ意識されたことがあるみたいなので、ちょっとそこの部分も読んでいきますね。符を書くときに意識したことですね。符のバランスが良くなるように左側の大枠若干長めに、ここですね、この左払いの起筆に対してこの左側の部分長くなるようにして、右の点上げてみましたということで。確かにこう左払いに対して右の点上げてあげた方がちょっと前傾っぽくなるというか、左を向いたような実験になってかっこよくなるっていうのはありますもんね。そういうところ本当に意識できてるのすごいと思います。符の下部に余白を取り、左払い右止めの下の余白を十分に取って、上下のバランスを意識しました。ここがスッキリしてると結構明るい字に見えるというか、風通しのいい感じに見えますもんね。余白意識できてるのも素晴らしいです。で、上下のバランス意識しましたっていうのはおそらくここの余白の部分と、この下の余白の対比のことだと思うんですけど、上の余白をたっぷりこう取ってあげて、下の方にこう安定感、重厚感を持っていくっていうのが王羲之のやり方なんで、そこの部分の意識も素晴らしいなっていう感じがします。基本的にはその気脈に関してもしっかり表現できてるなとは思うんですよね。こういう風に左払いから縦線の起筆に向かっていく、この見えない気持ちの流れ、つながりってすごいしっかり感じました。ただ、一箇所だけ気脈が発生していない部分があるなと思ったんですけど、皆さんはどこかわかりますか？ここですよね。この縦角の収筆から最終角までのつながり、ここだけが気脈が発生しなかったっていうところだと思うんで、じゃあどうすればその気脈が発生するのかっていうと、ここの起筆だと思います。ここからここじゃなくて、この起筆にポイントがあるなと思うんですよね。原点と見比べてみると、縦角の長さもちゃんと大角に対してちょっと短くなってるとか、比率はすごくいいと思うんですけど、スタート位置見てください。この左払いに対してちょっとだけ下の方、3分の1ぐらいのところから起筆始まってるように見えるじゃないですか。実際どうかっていうと、もうかなりこっちの方が長いわけですよね。3対1とかそのぐらいの位置から出てると思うんで、実際にはこの起筆のトップの位置がもうちょっと高いところ。ここからスタートするといいんじゃないかなと思いました。そうすると今と同じ線の長さ書いてても、ここで収筆が終わることになるわけですよね。そうすると、この収筆の位置からこの起筆の位置が近くなるのがわかりますか？こう持ってくのに不自然じゃない遠さになるんですよね。今ってかなりこう縦線が左に寄っている。それで下にも下がっているので、ここからここがめちゃめちゃ遠くなって気脈が発生しにくいっていう感じなんで、起筆を上げて、今と同じ線の長さ書いていただいて、であとは、今まで通り線を運ぶっていうだけで、気脈がつながって見えてくると思うんですよね。たったのこれだけです。はい、続いて時を見させていただきます。時を書くときに意識されたことというのが、この横隔のつながりだそうなんですよね。この
横角とここの横角のこの右上がりのラインを揃えることによって、この楷書の前傾姿勢というか、辺に作りがもたれかかってお互いがうまく呼応するっていう雰囲気を表現されたっていうことなんですって。一個一個単体で火と寺みたいにならずに、お互いが寄り添った形で一文字の時っていう字としてしっかり結合してバランスよくまとまっているっていう点で本当に素晴らしいと思いました。素敵ですよね。今回、気脈っていうところが大事になってくるので、比較して見てみたんですけど、おそらく原点との違いは、大岸のこの火の最終角の横角って、ここの部分がちょっとだけ曲線っぽく感じるというか、それによってこの流れがしっかり起筆にたどり着いてるなっていうのが思ったんですけど、形そっくりなんだけど、線の表情を事細かに見ていくと、最後まで直線的なんですよね。これを最後の5ミリぐらいを上向きにするだけでいいんじゃないかなって。最初この感じでいいんですけど、もう全くこの感じ。だけど、収筆の表情だけちょっと打って、まっすぐまっすぐ行きます。ちょっとカーブみたいな雰囲気を少し入れるだけでいいんじゃないかなって。そしたら多分起筆までつながりを持つ。より辺と作りが呼応しやすくなるかなっていうところですよね。で、寺のこのトップの高さがもうちょっとあったらさらに良かったんですけど、さっき、負の時に解説させていただいたように、ここがちょっと下がってきちゃったんで、負でうまくこの高さで処理できれば、寺ももう少しトップ高くできて、かっこよく、手足の長い伸び伸びとした字形になったんじゃないかなっていうところは思いましたね。で、横角もすっごい素敵なんですよ。揺るぎない表情というか、穂先安定させてかけてる、そういう技術高いですよね。ここの長さがもうちょっと補えてたら、もっと寺が火に向くというか、本当に火を意識した寺になってくれるなっていうのはすごく感じたんですよね。この寺単体で見たらもうパーフェクトだと思いますよ。めちゃめちゃうまいと思った、正直に。だけど、この寺と比較した時にですよ。寺っていろんな場面で出てきますけれども、単体の時って、もうザキさんが書かれた寺でパーフェクトだと思います。こうやって、この横角の長さとっても、1対1ぐらいっていう感じで成立するかなっていう感じはしてます。で、こんな感じで書かれてましたよね。で、こんな感じだったと思うんですけど、火と合わさった時の寺ってどうなるべきかっていうと、より仲良く見せたいっていうのがあるんで、この縦線のラインちょっと左側意識したりとか。で、これも、1対2までいかなくても1対 1.5 とか、そのぐらいの右の方が長いですよっていうのを演出してみるわけですね。もちろん左側長い、右短いっていうのは自然なので、この通りにいつも通り書いていただいていいと思うんですけど、こんな感じで書くときって、ちょっとこれ、比較してみてください。これ、寺単体で見たときにちょっと違和感ないですか？でも、火と合わさったときには、実はこっちの形の方が自然というか、寺単体のときはこの形でいいけど、辺と合わさったときってちょっとは変化ないと、やっぱおかしかったりするんですよね。なので、火と合わせて時にしますよって考えたときは、こういう寺の形、ちょっと極端に今表現しましたけれども、そのぐらいの気持ちで書くのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ最後は落款見ていきますね。画数の少ない字、画数の多い字みたいな感じで、落款入れる位置ほんと迷われたと思います。私がいつも言ってるのは、紙に対して大体真ん中とか狙っていけたらいいかなっていう話をよくするんですよね。左右もここ、開き方すごい大事になってくるんで、もう最低でも指1本分開けてくださいね、みたいな話よくするんですよ。もちろん右の開き具合見ながら考えるんですけれども、ただこれもう話すと奥が深すぎて長くなっちゃうんで、もうこれだけで動画1本できちゃうぐらいなんで、今回割愛しますけれども、いろいろな基本的な要素を含めてみても、この位置で良かったと思うんですよね。この時っていう字が画数多くて重々しいんで、時の隣とかに落款入ってしまうと、作品全体の重心が下がるじゃないですか。それを防いだ位置にかけたっていうのが一番大きくって、時のこのボリューミーなところあるじゃないですか。線が密集するようなところを避けて、その上に入れれたっていうのがもう最高でした。なので高さも OK、左の開き方もしっかり確保できてるので OK です。実物サイズが若干気になったっていうところで、ちっちゃく見える原因が何なのかっていうと、一画一画ちゃんと書いて余白も一個一個ちゃんと取れちゃってるので、余白のこの大きさを見た時にすごいちっちゃく見えるんですね。ザラザラと書いてると思うんですけど、一箇所あたりの余白が小さいってことはちまちま書いて見えやすいんです。なのでこれだけはやっぱ避けたいなっていう。落款ってやっぱサインなのでさらっと入れたいじゃないですか。かっこよくみやびやかに入れたいと思うんで、一つの余白の大きさを大胆に確保しましょうねって、これだけです。落款のアドバイスは。なんか参考までに書かせていただきますと、例えばですよ、この2画目、正の字の2画目をちょっとこのぐらい大胆に下げてみる。ちょっと心配になるかもしれないですけど、このぐらいやってみてください。で、次、縦線入れてみます。これ書き順いろいろあるんで、横から行く場合もありますし、縦先に書いちゃう場合もあるんで、今回縦から行きますけれども。で、その後、耳のこの点、この辺に打ってます。もうここの余白めっちゃ大事にしたみたいな感じですね。いろんなパターンがあっていいんですけど、私のやり方です。
で、この短い横隔と、この口に向かうこの線をちょっとわざと重ねてみましたみたいな。この中に密な場所を作ってあげる。で、余白を一個一個ちゃんと等間隔に取ろうと思うと、こうやって一個一個の余白小さくなるんだけど、こうやってわざと等間隔を乱すことによって、一箇所あたりの余白がめちゃめちゃ広がるわけですよね。これが超大事。風通しのいい文字にする。楽観ってやっぱちっちゃく書かなきゃいけないですし、ちまちましやすいんですよ。でも、ちまちましない方法が唯一あるとするとこれだけなんです。一箇所あたりの隙間っていうのを大胆に取ってみる。あとはもちろん密集してていいんです。ガツンと広く取るところが一文字に一箇所くださいっていう、それだけです。で、これをちょっと自然に書いてみますね。こんな感じで自然なこの楷書体にも合う崩しすぎない行書体っていうのが出来上がってくると思うんで、今の書風でその粗密をより大胆にっていうところを意識してみるといいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、雪とかも一箇所あたりの余白が今こんな感じで全部等間隔に揃って見えるんで、収まって見えちゃうみたいなところがあるんで、もっと伸びやかに見せましょうねっていうところでいくと次の横隔とかが効いてくるかなっていうふうに思います。下げてもいいかなって。このぐらい伸びやかに、しかもここ結構距離取ってみるみたいな、しっかり引き締める部分ももちろん重要になってくるので、こことかも太い線とかも使ったりとかして密な感じに見せてあげる。そうするとこの一箇所あたりの広い余白ももっと大胆に引き立ってくるっていう、伸びやかだなって感じしてくると思うんで。あとはこの逆三角形とかこういうひし形とかっていうのを組み合わせることによって収筆から起筆が近くなる。おすすめは砂時計型に落款を作ってみるとかっていう風にすると流れが出て綺麗なんじゃないかなという風に思います。もう落款ほんと奥深すぎるんで、もうこれ以上深いことは私の書道学校の方で配信させていただきますね。ちょっとこの動画だけではちょっと尺がね足りないんで。今回の添削は以上です。皆さん今回も添削最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。今回添削させていただいた内容が毎月私が発行させていただいたこちらの教習士家宝の中の5年生のお手本から添削させていただきました。今回のようなお手本を求めてらっしゃる方とか動画で詳しく解説が見たいっていう方は秋入学今年最後の募集ということでやっております。私の書道学校興味ある方は概要欄の方に詳細貼っておりますのでそちらの方から詳細を覗いてみてください。今回の動画少しでも役になったなと思っていただけましたらぜひいいねボタンよろしくお願いします。動画の感想コメント欄の方にもお待ちしております。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。さようなら。私の書道学校書道で人生を豊かに。